はい、というわけでですね、またまたソニーから発売される新しい G マスターの、14mmF1.8、これですね。でこちら超広角の単焦点レンズで先ほど発表されたばかりのレンズとなっているんですけれども、今回もですね先行してレビューさせていただけるということで、実際に撮影に使わせていただいた、僕の感想をですね皆さんに、お届けできればなというふうに、思います。で以前ね 50mmF1.2 G マスターのレビューをした際に、G マスターというブランドについてね少し掘り下げてお話をしているので、今回はね割愛しますが、まだね見ていないという方はぜひ、そちらの方もね合わせてご覧いただければなというふうに、思います。今回はこの超広角の 14mm ということなんですが、僕がねこれまで使用したことがあるレンズの中では最もね、広角のレンズとなりました。もともと僕ね広角レンズを使用する割合が、映像を撮る時なんかにはねすごく多いんですけれども、それでも普段使ってるのって、大体こう 24mm とか、言っても20mm ぐらいとかで、数値上はその辺りのレンズと比べてみても、数ミリ程度しか差はないんですけど、やっぱり広角側のね 1mm の差はでかいって言われてる通り、実際に使ってみるとね、ここまで違いがあるんだっていう感じがして、ものすごくね広く、撮れることにねかなりびっくりしました。ここまで超広角なレンズってなると風景とか、あとは成形写真とかでね、活躍するとされてるレンズだと思うんですけど、率直にポートレートでも全然使えるなっていう風に、思ったんですけれども、ただしねちょっといくつか注意点もあるなっていう風に感じたので、その辺りのですね、特徴だったり使用感っていうのは後ほどお伝えするとして、まずはですねこのレンズ本体の方を先にね見ていきたいなというふうに思います。この新しい 14mmF1.8G マスターの、本体重量はというと約 460g となっていて、非常に小型軽量です。僕毎回ねソニーさんの新しいレンズのレビューで小型軽量小型軽量ってもう繰り返し言ってるんですけど、もう出てくるレンズ全部小型軽量なんですもん。そう言うしかないですよね。でソニーといえばですね、小型軽量化っていうのは、その企業文化としてあると思ってて、僕は、僕ソニーの人間じゃないんですけど、でもねそういうのなんかどっかで読んだことあるんですよ。ソニーの創業者の方の昔口癖だったのが、もっと小さくできないのかみたいなね。っていうようなそのパフォーマンスには妥協しない、でも小型化っていうのにも諦めないみたいな、そんなねこのものづくりへのこだわりっていうのが僕がね昔からこうソニーファンである、理由の一つではあるんですけど、ちょっとですねこの話僕のソニー愛について語り始めると1時間ぐらいかかってしまうので、ちょっとね話を戻すんですけれども、で、この新しい 14mm のレンズ、さらにですね絞りは F1.8 となっていて、超広角としては非常にね珍しく明るいレンズとなってます。これによってその大きなボケ感が得られるっていうのももちろんそうなんですけれども、やっぱりですねこの暗所性能に優れているので、成形写真を撮るときには光をね取り込むのにこうシャッタースピードを短くすることができるので、撮影時にね星がこうやって動いちゃってこう線になっちゃうみたいなのをね、防ぐことができますし、さらにですねISO を低く保てるのでノイズも抑えた綺麗なね星空が撮れるんじゃないかなっていうふうに思います。最短撮影距離はですね0.25 メートルで、最大撮影倍率は 0.1 倍となっているので、セミマクロっていうほどではないんですけれども、ただね十分被写体によって撮影することはできます。その他ですね、本体側についてるこうボタンとかスイッチ類を見ていくと、左側の通りねいつものように、フォーカスホールドボタンが1つついているのと、オートフォーカスマニュアルフォーカスのスイッチが、ついてます。でその反対側にはですね、絞りリングのクリック切り替えスイッチがついているので、この絞りをこう変えるときに音を出したくないっていうときはこれをオフにするといいんじゃないかなっていうふうにね思います。で動画を撮るね僕にとってはね結構ちょっと痛い点が一つありまして、この新しい 14mm にね限った話じゃないんですけれども、超広角レンズってこのレンズの前玉が非常にこう出っ張っているので普段使っているようなフィルターをつけることができないんですよ。その代わりこのレンズはですねこの反対側、こちらの方にですねそのフィルターをつけるようななんかこう切り込みみたいのがあって、で、こういったね型が付属するんですよ。
はい。で、この型を使って、そのシート状の ND フィルターを、これを別売りにはなっちゃうんですけど、それを買ってですね、これを使って、このね、カッターとかでこう切り取ってあげるんですよ。で、この形に切り取ったものを、レンズのこのね、こっち側の方に、つけてあげることによって減光することができるんですけれども、ただね、やっぱりこう、毎回毎回こう、取り外すのに、こう、レンズ外して付け替えなきゃいけないので、それはね、正直言ってね、手間かなっていうふうには思うんですけど、ただこのレンズ、そういったね、手間をかけてでも使いたくなるっていうね、魅力がたくさんあるので、これからね、いくつかそういった、僕が感じたその魅力というのをね、お伝えしていければなと思います。はい、なんといってもやっぱり超広角で撮ることによってこの奥行き感っていうのがもうものすごく強調されるんですよ。で例えばねこのシーン、これはですね歩道橋の上で撮ったんですがどうですかこれ。実際ねこの映像で見るほどね長い歩道橋ではないんですけど左右のフェンスがこう視界の端からですね奥に向かってぐーっとこう収束していくような感じが出ていて奥行き感が標準とか広角レンズに比べてねめちゃくちゃ強調されてますよね。でこれはねまっすぐ伸びるトンネルとか通路とかでもいいんですけどとにかくこのこう収束する感じっていうのがリーディングラインの役割を果たしてその視線を誘導してくれるので本当この中心にポンと被写体を置いて日の丸構図で撮影するだけでも非常にねインパクトのあるね絵になります。24mm ぐらいのね広角レンズだと例えば映像としてね今どこにいるかっていうのを伝えるための背景っていうのは十分切り取ることができるんですけどこういったインパクトのある絵に変えるっていうほどではないので例えば街中とかでそういったポイントをこれで探して歩くっていうだけでもね本当めちゃめちゃ楽しいと思います。で次にねこのシーンなんですけれどもこれはね超広角レンズのこの定番スポットとなっている都内のねジャンクションで撮ったんですけど知ってるって方も多いと思うんですけれども僕今回初めて行ったんですよ。で最初ねあれここっていう感じで分かんなかったんですよ。なんかねこう写真で見たのと違うなって。そこでこの 14mm を通して見ることでおおこれこれという風になってですね歩道橋とは違ってねものすごくこう背景が特徴的な場所なんですがただねここね通常撮影できる場所からだとこのジャンクションっていうのがあまりにも近くて大きいので普通の広角レンズだとね全然収まんないんですよ。 14mm で少しね下からこう煽って撮ってみると頭上に高速道路がこう四方に伸びているのがしっかりとフレームに収まっていてこの武骨なね感じと相まってなんていうかこうラスボス感というかめちゃくちゃねかっこよくね撮れたなっていうのがね僕これ帰ってきてね撮った映像を見てねうわかっけえなってね普通に思いました。やっぱりね映せる範囲が広いっていうことは被写体とねこう物理的にこう距離が近くてもしっかりとこうフレームの中に収めることができますし例えばね街中でこうモデルさんと歩道を歩きながら撮ってるみたいな感じでもこの本当隣に歩いてる距離感でしっかりと背景を取り込んで撮ることができるので他の人のね交通の邪魔になるっていうこともないですしあとこういったね狭い僕の部屋とかでも今これ 24mm で撮ってるんですけど、これ 14mm で撮ってあげるとですね、こんな感じでめちゃくちゃ広く映るので、そういったね、こう狭い場所っていうところでもすごい活躍するんじゃないかなっていうふうに思います。はい。でね、基本的にレンズはね、広角になればなるほど、こうフレームの外に行くにつれて、すごくこう、湾曲してきちゃうんですよね。ただこの 14mm は全くとは言わないんですけどそういったね歪みが非常に少なくなっていてさすがねそれも G マスターという感じでした。今見てもらってる絵でもちょっとねこう画面の端のこうまっすぐの線を探してほしいんですけどどうですかね全然気になるような歪み方してないですよね。っていうかほとんどわかんないと思います。超広角レンズを使う人で結構ねこう建物の写真を撮る人も多いと思うんですけれどもやっぱりねこの線がまっすぐに綺麗に出てるっていうのはこれは非常に重要なのでそういった意味でもこのレンズもうめちゃくちゃ優秀だなというふうにね思います。はい。で、超広角レンズ、僕ね、これ今回使わせてもらって、すごいね、いろんな特徴があって楽しいんですけれども、その特徴が逆にね、悪い方向に働いてしまうっていうこともあって、これはこのレンズっていうよりは、超広角レンズであれば全てのレンズが当てはまる話なんですけれども、まずですね、このポートレートを撮るときに、超広角レンズであまり被写体に寄りすぎない方がいいです。3分割法みたいな形で画面の端に例えば、被写体の顔を寄せるとはいこんな感じでですね思いっきり顔がねこう中央に向かって引っ張られちゃうんですよ。
これがさっき言ったようにこう端から中央に向かって収束するっていうような奥行き感が悪い方向に働いちゃった例なんですけど、でさらにさっきのねジャンクションで撮影してた、やつは、こうレンズをこう傾けて、撮ったりするんですけど、やっぱりこのパースが強く強調されるっていうことなので、正面から撮ってれば例えば正方形なものでもちょっと傾けるだけですごくね極端に台形になったりするんですね。なのでその煽った感じで被写体に近づいて撮ると、はい、こんな感じでですね、顎がものすごく伸びてますよね。このね、NG 例をね、リコさんに使わせてって言ったらね、ものすごく渋々 OK してくれたので、皆さんね、ぜひ、彼女に報いる形で、この教訓っていうのをね、心のどこかに留めておいていただければなと思います。でも今見せた例っていうのはすごいねこう分かりやすくするためにものすごくよって誇張してる例なのでそこまで気にする、ほどではないんですけれども、ただやっぱりそのレンズの特性でこの画面の端のものはこう中央に寄っていくとかすごくパースが強く効くっていうことはこれは良くも悪くも働く場合があるので、そこはね、しっかりと、構図を取るときに確認するといいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、というわけでですね、最後にこのレンズがどういった人に向いてるかっていう、僕なりのまとめなんですけれども、やっぱり風景とか成形写真をね撮る方にとっては、このコンパクトで明るい、超広角単焦点レンズっていうのは、それこそもう待ち望んでいた方もね多いと思うので、もうおすすめなのは言うまでもないんですけど、僕個人的にはですね、普段ポートレートやスナップ写真を標準や中望遠で撮ってる方で、ちょっとね少し変化が欲しいなっていう方にはね、非常におすすめできるかなというふうに思います。っていうのも僕やっぱりね SNS でこう人気の写真の傾向なんかを見ていると、意外とこう街中のねどこにでもあるような風景なんだけれども、超望遠の圧縮効果だったりだとか、あとは超広角のこのすごくね広く撮れるっていう、このダイナミックさを活かして普段とはちょっとね違うような感じに切り取ってるっていうのがすごい人の目を引くと思いますし、何よりねコロナ禍で海外とか、国内でもねあまり遠出ができない今だからこそ普段のね景色っていうのをこういったレンズで切り取ってみるのはね楽しめるんじゃないかなっていうふうに、思います。はい、というわけで今回この新しいソニーのレンズ 14mmF1.8G マスターのレビューは以上となります。非常にね楽しいレンズとなっているので、ぜひ皆さんね発売はもうちょっと先にはなると思うんですが、店頭に並んだ際にはですね手に取って試してみてほしいなというふうに思います。では、どうもご視聴ありがとうございました。ピース。